実は、腹筋を伸ばしたまま呼吸した方がウエスト細くなります。ずーっとこんな姿勢やあんな姿勢でスマホばっかりいじってる方、腹筋が縮まりっぱなしで痩せない原因です。1回でウエスト細くなるので、メジャーを使ってウエストのビフォーアフター、チェックしましょう。うつ伏せに寝てスマホは顔の前に置いておきましょう。両手を耳の横につきます。上半身をぐーっと反らせます。腹筋のストレッチです。腰が反って痛いよって方は、肘をつけてちょっと顎持ち上げる。これでも OK です。目的は腹筋、お腹の筋肉を伸ばすことです。伸びてますか？腰、肩痛い人は無理しないでください。呼吸を止めないようにしましょう。最初にお伝えしたずーっとスマホいじってばっかりの人は猫背でね、腹筋縮まってるので、こうやって腹筋をしっかり伸ばしてあげる。それだけでね、くびれができたりとか下割れ込んだりしますので、しっかりね、前後にストレッチを行っていきましょう。 OK。 そしたら肩の真下に肘をつきます。で、膝ついたままお腹を持ち上げます。膝つきプランクです。お腹使ってる感覚ありますか？腰が反っちゃうとお腹に効きません。わざと猫背を作るイメージです。目線はおへそ覗き込むイメージだと、より腹筋に効きます。どうでしょう？腹筋使う感覚ありますか？どうしてもきついよって人は、肘をちょっと手前に引きましょう。なるべく猫背を作る。腰を丸めるイメージです。目線をおへそに持っていくと、腰が丸まりやすくなります。腰が反っていたい方は無理しないでくださいね。で、頑張れるよって方は肘をね、逆に前に出してお腹へこませるとだいぶきつくなります。よし、OK。そしたら上半身一回べちゃーっと寝かせます。このまま左足を右、こっちに持っていきます。左のお腹の前面、ここをストレッチしていきます。左のお腹の前面伸びる感覚ありますか？上半身しっかりべちゃっと寝かして、つま先を誰かに引っ張られてるイメージで斜め後ろにぐーっと持ってきます。左のお腹の前面、この辺ですね、伸びる感覚あると思います。伸びない方はちゃんと上半身をべちゃっと床につける。で、ちょっと角度変えたりとか、つま先を誰かに引っ張られてるイメージでやると、左のお腹が伸びてくる角度見つかるんじゃないかなと思います。ただ肩腰痛い方、無理しないことと、あと呼吸はね、止めないようにしましょう。OK、逆行きましょう。上半身べちゃっと寝かしたまま、右足を左、こっちに持っていきます。右のお腹の前面をストレッチかけていきます。伸びる感覚ありますか？右のお腹の前面です。上半身をしっかり寝かせる。で、右のつま先をなるべく斜め後ろに遠くに持っていく。誰かにつま先引っ張られてるイメージで、後ろにぐーっとつま先をね、出すと、よりお腹伸びてくる感覚があるんじゃないかなと思います。呼吸を止めないようにして、肩腰痛いから絶対無理しないでください。で、この次の種目から上向きになりますので、スマホね、持って上向きになる準備しておいてください。よし、OK、上向きになりましょう。枕がある方は枕を入れましょう。そしたら、膝曲げたままスマホ見ながら、足をお腹に近づけます。こんな感じです。下ろす。足をお腹に近づける。下ろす。これ繰り返しましょう。お腹、特に下っ腹あたり、使う感覚ありますか？前ももじゃなくて下っ腹です。どうしても前もも力入っちゃうって方は、もうちょっとね、膝曲げるとお腹に効きやすいです。で、もしきつければ、しっかり上げる。一回下ろす。しっかり上げる。一回下ろす。ペースはね、ゆっくりでいいです。スピードはね、重要ではないです。しっかりお腹使いましょう。ゆっくり自分のペースで。ラスト一回頑張りましょう。よし、OK、頑張った。そしたら次、右足を大きく外回しです。内から外に回していきます。ご自身から見てですね、時計回りと反対、反時計回りですね。ゆっくり大きく回していきましょう。スピードは重要ではないです。普段動かさない範囲で大きく動かすのが、目的ですね。で、この時に股関節ゴリゴリになるよって方は、痛みがなければそのまま大きく回して大丈夫です。痛みがある場合は、ゆっくり小さく痛みがない範囲で回してあげると良いと思います。呼吸は止めないようにすることと、スピード勝負じゃないですよ。普段動かさない範囲でなるべく大きく、ゆっくりでいいから大きく回しましょう。呼吸を止めないで。よし、OK。逆、左足いきます。内から外に大きく回していきましょう。呼吸を止めないようにしましょう。こっちはね、ご自身から見て時計回りです。大きく回す。
こっちもね、ゴリゴリなる方、痛みがなければ大きく回していいです。痛みがある方は、小さくね、痛みがない範囲で回していきましょう。スピードよりも普段動かさない範囲で大きく回すことが目的です。でどうしてもね、股関節ゴリゴリになるのが気になるよって方は、この YouTube の概要欄、一番下に、股関節がね、ゴリゴリになる方向けの、動画出してますので、そちらぜひご覧ください。無料で見れます。OK です。そしたら次は持ってるスマホを床に置くか一回立てかけましょう。で、この状態で両手は後頭部で組みます。こんな感じです。腹筋していきます。ぐっとおへそを覗き込む。ただ手でしっかり頭を持ち上げた状態でおへそを覗き込む。首の力で頭を起こすと首が痛くなります。ちゃんと手で頭を持ち上げた状態から腹筋。頑張って。お腹使う感覚ありますか？首腰痛いしぶりしないで、ちゃんと手で頭を持ち上げた状態から腹筋。きつい。頑張れ頑張れ。呼吸を止めないで。自分のペースでいいですよ。スピードは重要ではない。手で頭しっかり持ち上げて、お腹意識して、ラスト1回。よーし、OK、よく頑張った。そしたら次は、左足を右、こっちにねじります。膝を床につけて、左肩も床に近づけましょう。左のお尻、腰、背中、この辺全体伸びる感覚ありますか？これ筋トレじゃないです。休憩ストレッチなのでね、まあ、痛気持ちよくゆるーく伸びてればいいです。膝は床につけて、左肩をなるべく床に近づける。で、この休憩ストレッチ終わったら、また腹筋入るので、スマホはね、こんな感じで床に置いといていいです。呼吸止めないようにしましょう。よし、OK、逆行きましょう。右足を左、こっちに持ってきます。膝を床につけて、右肩を床に近づける。こうすると右のお尻、腰、背中、全体的に伸びる感覚あるんじゃないかなと思います。あくまでね、休憩ストレッチなので、まあ、ゆるく痛気持ちいいぐらいでやっていきましょう。どうでしょう、伸びる感覚ありますか？腰、お尻、背中。で、食事制限した方がいいですかとか、あとね、動画がたくさんありすぎておすすめ、どの動画やったらいいかわかりませんって方向けに、概要欄にね、ズボラストレッチの教科書とサブチャンネル、貼ってますので、ぜひそちら無料で見れますので見てみてください。OK。これでもう一回上向きになりましょう。で、また両手は後頭部です。後頭部で組みます。で、足を持ち上げます。この状態で右肘で左膝タッチ。左肘で右膝タッチ。クロスに肘と膝タッチ。タッチできない人はね、できるとこまででいいです。で、肩腰痛い人無理しないで。ちゃんと手で頭を持ち上げてくださいね。頑張って。腹筋意識して。スピードよりも、しっかりねじる。頑張れ。呼吸を止めない。きつかったらサボってもいいですからね。頑張れ頑張れ。腰痛い人絶対無理しないで。頑張れ。あと少し呼吸を止めない。よーし、OK、頑張った。そしたら休憩ストレッチです。一回膝伸ばして、足を肩幅よりちょっと広めに開きましょう。で、つま先を内、外にねじっていきましょう。どうでしょう？これ休憩なのでね、まあ、ゆるーく。ただ、つま先だけ動かすというよりは、この付け根からね、動かすイメージです。で、ズボラストレッチはね、あくまで習慣化することが目的です。なので、毎日やんなきゃいけないなんてこともないです。で、僕はね、最低でも週に1回もうできてる。それで習慣化したってことになるので、最低でもね、週に1回はね、頑張るようにしましょう。きつかったら、途中で再生速度を早めたり遅めたりしてもいいし、最後の10秒ね、各種目最後の10秒サボっても OK です。そしたらみんな大好きな自転車漕ぎ、行きましょう。なるべく高い位置で円を描くイメージ。高い位置で大きく円を描く。スピードよりも高い位置で大きく円を描く。腰が痛い人は空いてる手をお尻の下、こうやって入れてあげると、だいぶね、楽になるんじゃないかなと思います。お腹しっかり使ってる感覚ありますか？なるべく大きく円を描く。きつかったらサボってもいいけど、できるだけ頑張りましょう。しっかりお腹力入れて頑張って頑張って頑張って。きついきつい。呼吸は止めない。あと少し。きつかったらサボってもいい。頑張れ頑張れ頑張れ。よーし、OK。そしたら、一回ですね、足の裏、こんな感じで合わせて膝を外に開く。この状態作りましょう。カエル足です。
で、パタパタ、休憩ストレッチです。こうね、広げるっていうよりも、まあ休憩なので、パタパタ、痛気持ちいいぐらいで、ゆるーく開きましょう。で、この時ね、どうしても腰が反っちゃう、腰が痛いって方は、ちょっとお腹、腹筋意識して、ちょっとお腹へこませておきましょう。痛気持ちいいぐらいでパタパタしましょう。で、この次がね、皆さんお待ちかねのですね、腹筋を伸ばしたまま呼吸って冒頭でお伝えしたんですが、カエル足万歳でドローインという種目を入れます。いきますよ。いいですか？ OK。そしたら足の裏合わせてカエル足のまま、なるべく高い位置までこうやって手を高く万歳します。この状態で深呼吸してお腹膨らませます。膨らませて、ゆっくり口から吐いて、吐いて吐いて吐いてへこませて、吐いてへこませて、手を万歳したまま、へこませて、きついきついきつい。しっかりお腹へこませて、頑張れ頑張れ頑張れ。よし、もう一回吸って。限界までお腹膨らませて、手は万歳したままですよ。手は万歳したまま。ゆっくり口から吐いて、吐いて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 、吐いて、お腹へこませて、吐いて吐いて吐いて、しっかりへこませて、お腹硬くして、万歳したまま、へこませて、よーし、オッケー。大丈夫ですか？できました？腰痛い人は無理しないでくださいね。そしたら次は、このカエル足のまま足を持ち上げる、下ろす。持ち上げる、下ろす。繰り返します。これ下っ腹に特に効きます。膝はしっかり外開いたまま持ち上げる、下ろす。どうしても腰が痛いよって方は空いてる手をお尻の下入れるとだいぶ腰の負担が減ります。足の裏合わせたまま持ち上げる。で、足の裏ね、合わせてるのが辛いよって人は多少こうやって離れてもいいです。もしくはこんな感じになっても。だいたいこんなカエル足っぽくなってれば OK です。で、カエル足もきつい人は足閉じちゃってもいいです。お腹に効かせるってことが目的です。よし、OK。そしたらですね、脇腹のストレッチちょっとしていきます。右手をですね、高く上げて、こう、真横にこんな感じで倒す。脇の下、脇腹、この辺伸びる感覚あれば OK です。こう、指先をね、誰かに引っ張られてるイメージで、ぐーっと横に倒すと、脇の下、脇腹伸びると思います。で、このスペースがないよって方は、例えば、膝曲げて、こんな感じでもいいです。これでも伸びます。脇の下、脇腹。指先誰かに引っ張られてるイメージでぐーっと。ただ肩、痛い方無理しないでくださいね。脇腹、脇の下伸びてればいいです。で、余裕がある人はね、ちょっともう脇腹ら辺からこうやって曲げるとより伸びてきます。OK。逆行きましょう。左手万歳して、ぐっと真横に倒します。脇の下、脇腹、伸びる感覚ありますか？余裕ある人はもうこの辺からしっかり横に倒す。肩痛い人は無理しないでくださいね。で、これもね、腰反っちゃう人はちょっとお腹力入れておきましょう。呼吸はね、止めないようにしましょう。で、皆さん、最後にですね、ちょっときつい腹筋、脇腹、腰肉にも効くきつい腹筋準備しておきました。まあ、頑張れる人はね、頑張りましょう。頑張れない人は、まあ、このポーズのまま、サボってみててもいいです。最後ちょっとだけ一緒に頑張りましょう。したら、このまま、ちょっと頭を上げた状態で、手で、くるぶしタッチ、くるぶしタッチ、頑張って、脇腹、腹筋、腰肉全部効きます。首が痛いよって方は、手でしっかり頭を持ち上げて、この状態で肘をくるぶしに近づける。こんなイメージでもいいです。頑張れ頑張れ。きつい種目はこれで終わりです。この後はね、楽なストレッチだけなので、最後ちょっと頑張りましょう。頑張って、腹筋脇腹意識して、腰肩痛いし無理しないで。頑張れ頑張れ。あと少し。呼吸は止めない。頑張って、頑張って。よーし、オッケー。そしたらスマホ持って、うつ伏せになりましょう。スマホは顔の前に置いておきましょう。で、両手は耳の横につきます。で、ぐっと上半身反らします。腹筋のストレッチです。最初のお伝えした通りね、腹筋は、縮めてばっかだと、お腹へこまないので、しっかりストレッチして伸ばすことも重要です。腰が反って痛いよって方は、肘ついて、ちょっと顎持ち上げる。これだけでもね、腹筋伸びる感覚があるんじゃないかなと思います。腰肩痛い人はね、絶対無理しないでください。ちょっと今日はきつめの腹筋メニューだったんですけど、どうでしょうか。メジャーでね、測った方はね、本当に1回で変化出ますので楽しみにしてくださいね。
よし、OK。そしたら上半身寝かしちゃって、足を閉じます。で、このまま、お尻の穴をギュッと締める、緩める。お尻の穴をギュッと締める、緩める。これ繰り返しましょう。ギュッと締める、緩める。締める、緩める。スピード勝負じゃないです。しっかりお尻の穴締め切る、緩める。締め切る、緩める。これ繰り返しましょう。ギュッと締める、緩める。ギュッと締める、緩める。ちゃんとギュッと締めると内ももにも効いてくると思います。こう産後のね、骨盤底筋がちょっと弱くなってきたなって方にもこれすごいおすすめです。しっかりお尻の穴締めて、内ももも力入れましょう。ギュッとお尻の穴締める。緩める。締める。緩める。緩める。よし、OK。そしたら、左手で左の足首をつかみます。で、かかとをお尻に近づけます。左の前もものストレッチしていきます。左前もも伸びる感覚ありますか？いまいち伸びないよって方は、この、つま先の方を掴んで、つま先を足首の方を近づけてもいいかもしれないです。前ももが伸びてれば OK です。で、この時ね、あんまり肩に力入れすぎないようにしましょう。肩にギューッと力入ると、終わった後ね、頭痛くなったりとか、逆に肩が凝っちゃったなってことが起こります。目的は前ももを伸ばすことです。前ももが伸びる位置、自分で、こうやって角度変えたりとかしてね、探してみましょう。OK、逆いきます。右手で右足首を掴みます。右の前もものストレッチです。右の前もも伸びる感覚ありますか？呼吸はね、止めないようにしましょう。前ももが伸びる感覚あれば、それで正解です。呼吸止めないでくださいね。よし、OK。そしたら上半身べちゃっと寝かしておいて、左足を右、こっちに持っていきます。左のお腹の前面、ここをストレッチしていきます。上半身が浮いちゃってると伸びません。上半身べちゃっと寝かして、左のつま先誰かに引っ張られてるイメージで、斜め後ろにぐーっと持っていきましょう。左のお腹の前面、この辺ですね。伸びる感覚あれば正解です。呼吸はね、止めないようにしましょう。ただ肩腰反って痛いよ。肩腰がね、痛いよって方は無理しないでください。きつかったら、一回戻して、もう一回やり直して、OK です。つま先は誰かに引っ張られてるイメージです。呼吸は止めないようにしましょう。よし、OK。そしたら逆いきます。上半身べちゃっと寝かして、右足を左、こっちに持っていきます。右のお腹の前面、この辺がしっかり伸びてれば OK です。つま先は誰かに引っ張られてるイメージで、上半身はべちゃっと寝かしておきましょう。呼吸は止めないようにしましょう。肩腰痛くないですか？で、基本的にね、コメントを返信するようにしてますので、疑問点とかね、相談あればお気軽にコメントください。あと、Twitter、インスタ、概要欄に貼ってるんですが、DM いただければ基本的に返信するようにしてます。呼吸は止めないようにしましょう。よし、OK。そしたら上半身、べちゃっと寝かして、かかとをお尻に近づける。こんな感じです。パタパタと動かしていきましょう。ただパタパタ動かすだけでもいいんですが、この裏ももとお尻の境目、ここですね。脂肪、セルライトが溜まりやすいここをしっかり意識して、最後使いましょう。スピード勝負じゃないです。しっかり裏もも、セルライト意識しましょう。どうでしたでしょうか？今日ね、ちょっときつめのメニューだったと思います。ただね、お腹めちゃめちゃ引っ込むので、メジャー持ってない方はね、近くに派遣ショップ行ったらメジャー売ってますので、ぜひ測ってね、1回でへこむのを体感してみてください。あと、反り腰にもね、めちゃめちゃ効果的です。ただ、この動画で物足りないよって、もっと体型したいよって方は、概要欄におすすめの動画貼っておきますので、そのまま続けてやっていただければ、さらにね、おすすめです。よし、OK、お疲れ様でした。よく頑張りました。自分自身に拍手しましょう。もう全然ズボラじゃない。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。